ます。こんにちは、ポテトで今日もぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、インターセプトについて調べてみようということで、今回ですね、スキル検証会という形になっていきます。ディフェンダーにとってね、必須スキルではあると思うんですけど、実際の効果見てみたいよねっていうところですね。優秀なのは知ってんだけど実際ってやつですね。よろしくお願いします。検証方法ですね。検証方法は相手のディフェンスラインからミッドフィールダーにパスを出して検証していきたいなと思います。インターセプトの有無で AI の動きとかね、この辺がどう変わっていくのかなというところをやっていきたいなと思います。使っていく選手はもちろんトマス・パーリーですね。これ使っていきたいなと思います。で、結果を中心にね、違いを中心に見ていきたいなと思います。さあ見ていきましょう。アリからいきなり見ていきましょう。ここにいますが、こんな感じで、ここですね。次のシーンここですね。こんな感じでパス取りに行けてると。でこの時もね、こんな感じで動いて、最終的には取れなかったけどって感じでしたね。はい、ということで詳しくね、見ていくとですね、相手がですね、こうやって斜めに走り始める時に対してね、こう、ついてってるんですね。で、この時もね、ちゃんとね、パスコースを切りながらこんな感じでね、行っているというところがミソかなと思います。次はこっちはね、一つ前のパスの段階で動いてるんですね。こんな感じで、もうパス出る前の段階からもパスコース切っていってるという形。最終的には取れなかったけど、そういう動きをしていました。で、ちょっと逆サイドなんで最後持ってきたんですけど、こんな感じ、これね、分かります？このしれっと取る感じ。これが真骨頂ですよね。で、これちょっと詳しく見ていくとですね、この下のレーダー拡大するとですね、ここの時ね、まだパスコース切ってないんですよね。で、この後ね、ちょっと進めていくと、スーってね、スーってこう、前に入ってくるんですね。入ってくるんですよ。これがね、インターセプトありの特徴かなという形です。それに対してなしだとどうなるのか、ちょっと見ていきます。こんな感じですよね。で、パスコースちゃんと入ってればね、取れる時もあるっていう感じでした。しばらく待ってるとね、ちゃんと寄せてきてはくれたりはするんですけどね。はい、ちょっと詳しく見ていくと、ここ分かりやすいシーン持ってきたんですけど、この時ね、やっぱ動く気配ないですよね。一つ前のパスでね。で、結果的に届かないって感じでした。もう一つ。この時ね、いけそうな感じあったんですけど、足止めちゃうんですね、これ一回。なんならここからでもまだパスコース間に合いそうなんですけど、こうやってちょっと大回りっていうかね、後ろ側に行っちゃうんですよね。で、結果的に取れないと。これもう一個同じようなシーンなんですけど、これね、やっぱ足止めちゃうんですね。で、しかもこの後もね、ここいけそうね、ここもいけそうじゃない？いけそうなんですけど、この後ね、見て。ほら。ちょっとね、大回りしてからね、行くんですよ。で、結果的に取れないっていう状況が多かったかなと思います。でね、もう一個ちょっと気になったんですけど、ちょっと前にね、公式が発表してたやつ、インターセプトがね、このブロックの時にも影響するよというところで気になったんでやってきました。はい、ということで、まずシュートのね、これに対してのブロックのとこなんですけど、ありにしたら変わるんじゃねえかということで、ありとなしで変わるんじゃねえかということでやってきたんですけど、はい、ということで、まさかのこれ分かります？これ見て感じ。結構なしのが止めてんですよ。ということで、正直ね、これそんなに数やってないんで、運が良かっただけかもしれないんですけど、なしの方がめちゃめちゃ止めてたって感じでしたね。で、確かに公式のこれ発表をよく見るとですね、この、ブロックできる範囲の広がりっていうかね、範囲はインターセプト影響しますよって形なんで、範囲が広がっただけで、ブロックできるかどうかはまた運みたいな感じなのかなとか思ったりしたので、ちょっと今回の検証ではどちらにしろね、わからんかったという形になりました。じゃあ、パスだとどうなんだと。ちょっと、インターセプトってそもそもね、パスカットのことなんで、パスだと変わるんじゃないかと思ってちょっと考えてやってきました。ゴールキックですね。ここでですね、同じパスになるので、ここで立ち位置を変えていってですね、画面上上にね、立ち位置を上げていって、どの段階で取らなくなるかっていうところをちょっとやってきました。で、ありなしでね、比べてきましたよという感じですね。
はい、見ていただきました。正直こうやって見てね、変わんねえなみたいな感じしますよね。一応見ていきましょう。ここはね、ありで一番遠くで取れたポイントがここでした。これになしを重ねてみると、微妙にね、ありの方が遠いの分かります？これ。なしで取れないところをちょっと重ねてみたんですけど、見てください。取れない位置、ありだと取れてるんですよ。こういうの待ってたよ。でもあれでしょ、疑い深いかまってちゃん、パスがずれたんちゃうのと思ってるでしょ。見ていきましょうか。わかります？はいはいはい。パスもほぼほぼ一緒でしょ。一緒なんですけど、片方は取れてなくて片方は取れてるんですよ。ということですね、ちょっと差にするとこんな感じで、一歩っちゃ一歩なんだけど、一人の人間にとっては小さな一歩だが、チームにとっては大きな飛躍じゃないですか。ちょっとアームストロングっぽくなりましたが、結論です。インターセプトがつくと AI 時の動きが賢くなってカットの範囲が一歩分広くなるとします。はい、いろいろ見てきました。いや、なんか今回もね、いろいろ検証してしまいましたが、今回は久しぶりにスッキリしましたね。これなんて嬉しいんですよね。一応ちょっとまとめておきました。はい、まずは AI の動き賢くなってましてね、具体的に言うと一つ前のパスの段階からもうちょっと動き出してたりとかねしてました。これ大きなところかなと思います。あとはね、ちゃんと前に出る、敵の前にね動く、取りに行く、パスコースを切りに行くっていう形でしてましたね。あとはね、ただね、持ってなくても多少はやってたりしました。ゼロではなかったなっていう感じなので、持ってなくてもできることはあるんだなっていうねことは知っておくと良いかもしれません。で、もう一つ、ブロックの範囲ですね。ここがね、一歩分広くなっていたという形になりましたね。パスだけかな。今回の検証を見ると、シュートではそんなに差を感じなかったなと思いますので、という意味ではパスのね、だけかもしれませんが、パスでは少なくとも、一歩分は広がっていたということが分かりましたね。はい、ということで、この2つが分かったということでですね、自分が操作している時もそうですし、自分が操作してない時も効果あるっていうね、大きいよね。で、過去にね、ディフェンスセンスでこのブロックの範囲が広がるってことも分かってたんですけど、多分ね、この時より顕著に大きく違いが分かったんじゃないかなと思います。はい。ということで、パラメーターはね、限界あるけど、スキルはやっぱロモのありますね。こういうの嬉しいよね。でね、ちなみになんですけど、インターセプトを持っていて、ブロッカー持ってない状態で、総合値75ぐらいまでのスカット組んで、あとはインターセプト持ってないけど、総合値高い方で、AI 戦ちょっと回してみました。それぞれスカットでね、数試合ずつちょっと AI 戦回してみました。こうしたらね、ちょっとこれもまた面白くて、インターセプト持ってる方がですね、パスカット平均がだいたい6回ぐらい、1勝4敗ぐらいでしたかね。で、インターセプト持ってない方、チームレベルで100以上多分こっちの方が高かったと思うんですけど、パスカット平均はね、1試合3回ぐらいだったかな。で、あとは1勝もできずに、負けてましたね。AI レベルはレジェンドでやってはいて、なかなかね、やっぱ総合値的にも勝ちにくかった、選手交代もしなかったんで、ね、なかなか勝てないなとは思ったんですけど、本当にこれはおまけ程度というか、そんな感じの検証なんで、参考程度にしていただければと思うんですけど、そういった違いもね、出てきてたかなと思いました。実用的な話をすると、やっぱりディフェンスに必須なのは間違いないかなというところ。で、個人的にはサイドバックとあと守備的な中盤はね、絶対必須かなっていうのは思っております。で、もちろんね、前の前線の選手で持っておくことに越したことはないというかね、持ってたら結構嬉しいスキルかなと思います。なので、この辺は参考にしてみてください。あとよかったら高評価、チャンネル登録もこちらはカットせずにしていただけると嬉しいです。はい、ということでここからは雑談になっていきます。こうやってね、目で見えると気持ちいいよね。いや、よかった、本当に。こういうところがね、やっぱ検証のいいところですね。これもね、見てるポテラーの皆さんも同じように感じてくれてると嬉しいなと思います。コメントください。あとはインターセプトあるから裏が取られやすくなるとか、そんなことはなさそうだったかな。そこはうまくできてるのかなと思いました。で、実際の話すると、インターセプトってめっちゃ気持ちいいよね。僕、ゴールキーパーの時もね、結構やってたんですよ。意外なところで飛び出してね、インターセプトやってたんですよね。で、その敵がね、それお前出んのかよみたいな顔されるのが本当好きでしたね。性格悪いみたいな感じですけど。
皆さんのカットにまつわる話もあれば、コメントで教えていただければなと思います。あとスキルの検証とかね、ちょっと一つ一つやりたいなと思っております。あとゴールキーパー低身長もね、川口選手来てるしやりたいなと思ってるし、ディフェンダーのプレースタイルもね、どうにか検証できればなとは思っております。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はね、インターセプトについてやってきました。こうやってね、目で見える形になって本当に嬉しいですね。これがね、毎回出ないんでね、苦しいんですけどね。また出せるように頑張ります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。